こんにちは。早くもネタが尽きかけてる春日部紬です。今回はアンクタスにフォーカスしたアグロを紹介します。こちらは隔離用構築物をキャスト、コンボデッカーのおもちゃのイメージですが、今回は真面目に使います。このクリーチャーは捨てたカードを追放してそのターンの間プレイすることが可能になる能力を持っています。こちらはアンクタスではなくラフィーンをキャスト、当然だよな。ちなみにこのデッキの白要素はラフィーンのみです。このクリーチャーのためだけにタッチする価値があるというわけですね。お相手採掘爆発で隔離用構築物を破壊。次のターンからが本番だったのに。こちらは大編成下、アンクタスをキャスト。青いクリーチャーがタップされるたびに1枚ルッティングする能力と、カクトに足す1、足す1のロード能力と、青ファイマナでジクリーチャー1体を青のファクトにする能力を持ちます。つまり1回ルッティングできる生物です。お相手のナイトウィークにはステルピアース。そしてこちらは隔離用構築物をキャスト。初手でネタバレしてましたが、やりたかったのはこれです。まずラフィーンの防御で土地と帳簿先を捨てて、隔離用構築物の能力で2枚追放。そしてアンクタスの能力で切り崩しを捨てます。これ防御で捨ててたら1点エしてましたのでガバです。そして土地、ラフィーン、切り崩しと3枚使って実質3枚のアドです。お相手マイトウィークからアンクタスを除去、ラフィーンを取れたのにアンクタス優先とは分かってますね。というジョークを真に受ける方が出たら申し訳ないので、先に言ってしまうと今回のアンクタスはラフィーンの介護官です。さすがにこんなぶっ壊れた動きするカードより強いのが出たら話題になってますよね。防御で3枚捨てて3枚追放。帳簿先からビックスの傀儡師をキャスト。この2枚ルッティングはさすがに使えないので素直に墓地に落とします。お相手兄弟仲の終焉。このデッキはケツデカデッキなので赤の除去には比較的有利ですね。お相手さらにスランの雲をキャスト。帳簿先の能力が誘発して防御でプラス1カウンターが乗ります。こちらはまず染みついた短撃からのもう1枚。防御で帳簿先が育ちます。そして3体でアタック。ここでラフィーンにカウンターが3個乗り確定でリーサルです。ちなみに2体パワー5にしなかった場合唯一赤1マナで止められるカードがあります。もちろんそれをペアしたんです。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは土地1枚引けば超強いのでキープと思ったけど黒出てないじゃん。黒が出ない土地ほとんどないけどちょっと早まったかも。お相手しつこい負け犬をキャスト。除去じゃないのでセーフ。こちらは無事土地を引けたのでラフィーンをキャスト。防御は使い道が少なそうな切り崩しで、お相手の毒火狙いで帳簿先を破壊。ラフィーン取られなかったのは行幸です。こちらはシェオルドレッドをキャスト。ラフィーンのアタックで防御が誘発し1枚ルッティング2点ゲイン。ここまでほぼエスパーレジェンズの動きだし弱いわけがないですね。お相手魂転移でシェオルを追放。このターンこれで終わりならまあまあまあ。こちらはトルースをキャスト。捨てたカードを追放して死亡した際に全てハンドに戻してくれる生物です。このクリーチャーもエスパーレジェンドでなかなか強いカードですね。お相手墓地の侵入者をキャスト。そして負け犬でアタック。負け犬にブロッカーになられたら嫌だったのでラッキーですね。こちらはギックスの傀儡師をキャスト。そして2体でアタック。ここトルスは相打ちでいいかなという気持ちなのであえてラフィーンの防御対象から外しています。トルースが死亡して4枚ハンドへ。土地を置いての毒火と呪文貫き構えで5です。お相手絶望将来をキャスト。これには当然呪文貫き。負け犬がアタックしてきたのでこれは勝ちですね。
2体でアタックして防御2回、土地以外を捨ててカウンターが2個乗ります。そしてくぐつしの能力で2点ドレインしてピッタリーサルです。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。今度は白が出ないですが戦えそうなのでキープ。お相手赤タンアグロ。こちらはメインで切り崩し、裏目はフェルドンくらいですかね。と思ったら出てきました。フェルドン最近よく見ますね。4頭が主流になったのかな。お相手さらに機械化戦。マーブン周りで言えばこちらもなかなかなので耐えていきましょう。勝負先はブロックする気がないのでアタックします。ハンドを回して除去を拾いに行きたいところです。お相手さらに機械化戦。きついですがこれで終わりならラフィーンシェオルの暴力で勝てそうですね。こちらは長母先でアタック。どうせラフィーンもブロックしないので殴ってよかったと思います。お相手無謀なる衝動、土地土地は OK です。フェルドンのアタックは通して残り7点。そしてさらに無謀なる衝動。長母先とシェオルの誘発で1枚ルーティンで2点ゲイン。こちらはまず染みついた短撃。2枚引いて喉鳴らしを捨てます。ちなみに喉鳴らしは後ほどデッキから外れました。そして3体でアタック。3枚引いて3枚捨ててシェオルの誘発で6点ゲインです。そして気がつけばこちらはライフ21、お相手はライフ3。スクイーは一応除去ですかね。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはまずまずキープ。お相手バント土地は大体欲しいアトラクタか青白コンなので見ただけでちょっと憂鬱。お相手硬化したクズ鉄くらいをキャスト。トルーズが弱くなるのでちょっと嫌ですね。こちらはトルーズからキャスト。アンクタスから行くよりこっちの方がめくる枚数も打点も大きくなります。お相手強割のブワをキャスト。これはちょっとだるい。お相手除去は豊富なはずなのでアンクタスから行きます。でもさすがにシェオルだったかなという気がしないでもない。ついでにゴブリントークンは除去。長母先の防御で土地を捨ててトルーズで追放。そして2体でアタック。アンクタスの能力誘発で2回ルッティングしてトルーズで2枚追放です。クズ鉄くらいにはこうやって邪魔されるから強いカードを捨てるのがはばかられますね。トルーズで土地3枚食べて4点通って残り4点。いくら土地とはいえトルーズが素直に死んでくれたらハンドワード的には結構有利に立てますね。お相手2枚ルーティングして豪華を放てをキャスト。あ、アンクタスくんハットだったんですね。ドローは切り崩しですか。まずシェオルドレッドをキャストして切り崩しで屈折くらいを破壊です。防御はまあまあ、やっぱりルッティングが多いとハンドが整いますね。お相手緑線の束縛をキャスト。やっとそれっぽいカードが見えましたね。そしてシェオルが除去されます。もうおしまいだ。とここで6マナ揃ったのでこちらはブラスカをキャスト。プラスカウンターのせるクリーチャーが多いのでブラスカプラス0の増殖は結構働きますね。ひとまずここはマイナス2で危機時期を除去します。お相手踏み歩くものをキャスト。これでアトラクサまでリーチです。お相
いてさらにグリッサをキャスト。一応ジャンドカラーベースっぽいですね。こちらはまずドローから。隔離用構築物をキャストし、さらにグリッサを除去します。ついでにもう1枚構築物をキャストしてターンエンドです。お相手ここは何もせず構えてターンエンド。こちらはまずブラスカプラス0でドローしてラフィーンをキャスト。構築物に対でアタックします。土地2枚を捨てて追放。サイクリングできないので1枚は追放する理由がなかったですね。4点入って残り9点。お相手ここはのど首狙い。さすがにラフィーンを取りに来ましたか。こちらはギックスのくぐつしをドロー。初手くぐつし投げるのが一番打点が高いですが、ここは先ドローを優先しますか。シェオルが引けたらシェオル出すのが一番に決まってますしね。まあ引けないんですけど、構築物が特に意味もなく2体分誘発して、ここ戦闘中に土地をプレイしようとする側。そしてギックスのくぐつしをキャスト。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでリニアブロタッチ城でした。今回は新カードの大編成かアンクタスをフィーチャーしたデッキ。青クリーチャーがタップするたびに1枚ルーティングでキテファクトクリーチャーのロードでもある生物です。このカード普通に使ったのではラフィーンの介護官なのですが、今回は普通に使いました。その代わりにルーティングする能力にフォーカスしてドローで誘発するシェオルやくぐつし、さらにディスカードで能力誘発する隔離用構築物とトルーズで一粒で2度美味しい構築にしました。さらに PW 枠でディスカードが実質デメリットなしになるベリアナとドローしつつ増殖でカウンターを伸ばせるブラスカを採用し、シナジーはバッチリです。さてこのデッキの強さですが、まあまあですね。ラダーでの使用に耐えうると思います。2ターン目にタフ1の構築物が出るので、セレズニア属性とかは結構しんどかったです。ちなみにアンクタスはエスパーレジェンズに少数採用することもできて、実際に試してみたんですが普通に強くてあんまり面白くなかったので不採用となりました。ネタ切れで本当に困ったら動画化するかもですね。あっちは強いのは本当なのでいろいろ下げるようなこと言ってしまいましたが、シナジー重視でコンボ的な動きもあるので回すのは本当に楽しいデッキです。アンクタス以外は腐らないレアがほとんどなのでアンクタスをリリテでいっぱい引いてしまったりしたら試してみてはいかがでしょうか。以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。